法学の法学片山です。今日は私が手話を勉強しながらいろんな本を読んできたんですけれども、その中で私がおすすめしたい5冊の本を紹介していこうと思います。まず1冊目、ワクワク納得手話トークっていう本なんですけども、これは最近発売された本で、およそ2年ぐらい前に発売された本です。これは手話について知ることができる本なんですけども、手話そのものを知るというよりも、手話の背景とか手話を使っている人のこととか、あとは文化を知ることができます。これね、すっごい分かりやすくって、なんかね、漫画とかも入ってたりとかして、すごいさらっと読むことができます。私も1時間ぐらいで読めちゃったかな。すごい軽くって分かりやすい本です。要点がきちんとまとまっている、そんな本です。これね、実は編集スギちゃんにおすすめしてもらった本なんですよ。スギちゃんって今5月から手話の勉強を始めていて、でそんなスギちゃんでも分かりやすく読むことができたのでおすすめですって教えてくれて、でそれで私も読んでみたらすごい分かりやすくって、なので皆さんにもぜひおすすめしたいなって思ってこの本選びました。2冊目、きらめく拍手の音っていう本なんですけども、これはエッセイなんですね。この著者の方は韓国のコーダ、親御さんが耳が聞こえないっていうそういう家庭で育った方なんですけども、その方が、ギャローテッド大学っていう、アメリカの聞こえない人向けの大学があるんですけども、そこに行くっていう話なんですけども、私この本読んで思ったんですけど、聞こえないっていうのは果たして障害なのかなってなんかちょっと思っちゃったんですよね。障害者って私たち結構一括りにして考えちゃいますけども、聞こえないっていうことって果たしてそれは障害者と言えるのかなみたいな、なんかそういうことまで考えさせられる、そんな本でした。これは旅行記みたいな感じでもあるので、とっても楽しく読めると思います。ぜひ読んでみてください。続きまして3冊目、寂しいのはあんただけじゃない。寂しいかな寂しいかな、漢字が苦手であんまり分かんないんですけど、これはね、漫画なんですよ。サムラゴーチ事件って皆さん覚えてますか？10年くらい前にゴーストライターを雇っていたんじゃないかって言われた作曲家の方がいらっしゃって、その方が耳が聞こえないっていう風に言ってたんだけども、会見で耳が聞こえるようなそういう素振りをしたりとかして、結構、マスコミとかに取り上げられたりとかして、結構ネタにされてたりとかしたもの、そういう事件があったと思うんですけども、あれをね題材にした本なんですけど、私はねちょっと衝撃でしたね、この本読んで。正直私もマスコミと一緒に笑ってたと思うんですよ。でも今これを読むと本当に笑える内容だったのかなっていうふうに思うんですよ。私すごくなんか反省したんですね。そのサムラゴーチ事件が実際どうだったかっていうのはもうわからないんですけれども、それよりもこの本でもう聴覚障害者って本当に多様なんだなっていうことを知ることができた。彼らが本当に耳が聞こえなかったのか聞こえづらかったのかわからないんですけれども、でもそういう人たちもいるっていうことをこの漫画で知ることができたんですね。多様っていうのがこの世界でやっぱりすごく大事なことなんだなってことに気づかされた、そういう本でしたね。これはねぜひ読んでいただきたいなって思います。では4冊目、ごめんなさいKindle なんですけど、本物がねあったと思うんですけど、ちょっとどっか行っちゃって、でそれでもう一回読みたくすぎてKindle で買っちゃったんですよ。デフボイスっていう本なんですけども、小説です。これはろう者の法廷通訳の仕事を受けた、手話通訳士のお話なんですけども、ミステリーですね。シンプルにねお話がすごい面白いし、ろう者のこととかを知らなくっても基本的なことがこの本で身につくと思います。で NHK で冬に草薙剛さん主演でドラマ化もされることが決定しているので、その予習としてもですねぜひ読んでいただきたいなっていうふうに思います。では最後にマイノリティマーケティングという本。これはですね手話関係の本では、正直ないんですけども、そのいろいろ手話のこととか知った、聴覚障害者のこととか知った、なんか私も力になりたい、じゃあ次は何をすればいいのかっていうことを、マーケティングっていう観点からその社会の変え方を書いたっていう本なんですね。なんでこれをおすすめしたかっていうと、著者がろう者の方なんですよ。NPO 法人とかもやられているろう者の方で、この伊藤さんって方なんですけど、私の友人なんですね。でこれすごく分かりやすくって、何か社会のために何かしたいって思ってる人たくさんいると思うんですけども、具体的に何をしたらいいか、これはマイノリティ向けに、一応書かれている本ではあるんですけども、マジョリティである私たちもすごく参考になる、そんな本だと思います。たくさんいい本
あるんですけども、今回は5冊本を紹介させていただきました。5冊ともですね、手話の勉強に関する本とか、そういうハウトゥー本っていう感じではないです。でも、こういう背景を知ったりとか、手話を覚えたその後のことを知るっていうことは、手話を勉強することとイコールなんじゃないかなっていうふうに私は思うんですね。手話の勉強もあって、背景とか、そういうことを勉強するのも大変だよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、でも背景を知ったり、その後の生かし方について知ることでもっと深くろう難聴者のこと、聴覚障害者のことを知ることができるんじゃないかなっていうふうに思います。私と一緒にこれからも頑張りましょう。はい、ということで、他にもたくさん本当に紹介しきれなかった素晴らしい本がたくさんあるので、紹介していきたいなというふうに思います。はい、チャンネル登録、いいねボタン、コメントもいただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。じゃあまたお会いしましょう。